わずか10分の充電で東京から福岡まで一気に走れる電気自動車を想像できますか？ガソリン車よりも便利で環境にも優しい車がもうすぐ現実のものになります。その革命的な技術の中心にあるのがトヨタ自動車が開発を進める全固体電池です。現在の EV、つまり電気自動車の最大の弱点である充電時間と航続距離の問題を一気に解決する、まさに自動車業界のゲームチェンジャーとなる技術なのです。トヨタ自動車は2027年にも全固体電池を搭載した電気自動車の実用化を目指すと発表しました。これは当初の計画よりも前倒しされた計画で、トヨタが全固体電池技術に大きな自信を持っていることの表れでもあります。今回はこの全固体電池とは何か、どのような特徴があるのか、従来のリチウムイオン電池との比較を交え、どれほど革命的なのかを詳しく解説します。充電10分以下で約 1200km 走行可能という、これまでの常識を覆す画期的な技術の全貌に迫ります。全固体電池とは？全固体電池とはその名の通り、電池のすべての要素が固体で構成されている電池のことを指します。現在の電気自動車に使われているリチウムイオン電池は、液体の電解質を使用していますが、全固体電池では、この電解質の部分が固体になっています。電解質というのは、電池の中で電気を運ぶイオンが移動する通り道のことで、電池の性能を大きく左右する重要な部分です。実はこの電解質が固体になることで、多くのメリットが生まれます。まず、固体の電解質を使うことで、電気を伝えるイオンが早く動けるようになります。これにより、充電時間の短縮、走行できる距離の拡大、そして出力の増加が可能になります。さらに、液体の電解質を使った電池と比べて、温度の影響を受けにくく、高温や高電圧に強いという特徴もあります。また、トヨタが開発している全固体電池は、硫化物系の固体電解質を採用しています。この硫化物固体電解質は、柔らかく他の材料と密着しやすいため、電池の量産がしやすいという特徴を持っています。全固体電池のメリット。安全性の向上。全固体電池は液体電解質を使用しないため、液漏れや発火のリスクが大幅に低減されます。従来のリチウムイオン電池では、液体電解質が高温や衝撃で漏れたり、発火したりすることがありました。しかし、全固体電池は固体電解質を使用しているため、そのような事故の可能性がほぼありません。例えば、高温環境下でも安定した性能を維持できるため、急速充電時に発生する熱にも耐えられます。さらに、低温環境でも凍結する心配がなく、極寒地や砂漠地帯など過酷な条件下でも安全に使用できます。高エネルギー密度による航続距離の延伸。全固体電池はエネルギー密度が非常に高く、従来のリチウムイオン電池よりも多くのエネルギーを蓄えることができます。これにより、電気自動車の航続距離が大幅に伸びます。トヨタ自動車が開発中の全固体電池搭載 EV では、充電10分で約 1200km 走行可能という驚異的な性能を目指しています。これは現在主流のリチウムイオン電池搭載 EV の約 2.4 倍に相当します。この技術によって、長距離移動時の充電ストレスが解消されるでしょう。急速充電への対応。従来のリチウムイオン電池では、急速充電時に発熱や劣化が進むため、安全性を保つために充電速度を制御する必要がありました。一方で全固体電池は、大電力による急速充電にも耐えられる構造を持っています。例えば、高速道路のサービスエリアで、10分以下でフル充電できるようになるため、ガソリン車と遜色ない利便性になっています。この特性は商用車や長距離運送業界で革命的な影響を与えるでしょう。長寿命と耐久性。全固体電池は劣化が遅く、副反応がほとんど起こらないため、長寿命を実現できます。従来のリチウムイオン電池では、重放電サイクルによって性能が徐々に低下し、
寿命は約1000回程度でした。しかし全固体電池では5000回以上の重放電サイクルでも 90% の容量を維持できるとされています。この長寿命によってバッテリー交換頻度が減少し、メンテナンスコストも削減されます。また、中古車市場でもバッテリー劣化による価格低下問題を解消する可能性があります。温度変化への耐性。全固体電池は広い温度範囲で安定した性能を発揮します。従来のリチウムイオン電池では低温時に粘度上昇による内部抵抗増加、高温時にはセパレーター溶解などの問題がありました。しかし全固体電池ではこれらの問題がなく、様々な気候環境でも安定して使用できます。この特性は寒冷地で使用される EV や高温地域で稼働する産業機械など、多量の用途で活躍することを可能にします。実用化に向けた課題。全固体電池は素晴らしい技術ですが、実用化にはまだいくつかの課題が残されています。高い製造コスト。全固体電池は、その製造コストが従来のリチウムイオン電池よりも高いことが大きな課題です。特に、硫化物系固体電解質は製造プロセスが複雑で、高価な材料を必要とします。科学技術振興機構の試算によれば、現時点で全固体電池の製造コストはリチウムイオン電池の4倍から25倍にもなると言われています。この問題に対し、トヨタと出光興産は製造プロセスを効率化することでコスト削減を目指しています。例えば、新しい製造技術として乾式プロセスを導入し、生産工程数を大幅に削減する取り組みが進められています。また、大量生産時にコスト競争力を持たせるため、リサイクル可能な材料やプロセスも研究されています。材料開発の課題。全固体電池で使用される固体電解質には、高いイオン伝導性と安定性が求められます。しかし現状では、これらすべてを満たす理想的な材料はまだ開発途上です。例えば、硫化物系材料は高いイオン伝導性を持つ一方で、水分と反応すると有毒ガスが発生するという欠点があります。一方で、酸化物系材料は安定性が高いですが、イオン伝導性が低いため、性能向上が課題となっています。この問題に対処するため、新しい材料探索や複合材料の開発が進められています。硫化物系と酸化物系を組み合わせたハイブリッド構造や、新しい結晶構造を持つ材料の研究など、多方面からアプローチが行われています。量産技術の確立。全固体電池はリチウムイオン電池とは異なる製造プロセスが必要であり、その量産技術がまだ確立されていません。特に、薄膜状に加工された固体電解質や積層構造を効率的に製造する技術が求められています。また、製造工程で発生する微細な欠陥が性能低下につながるため、高精度かつ高速な生産ラインが必要です。トヨタはトヨタ自動食器と共同で、新しいローラー転写法を採用した積層プロセスを開発中です。この方法では、薄膜状の固体電解質層を正確に積み重ねることが可能になり、生産効率と品質向上が期待されています。また、自動化された検査装置によって、不良品率を大幅に削減する取り組みも進んでいます。リチウム資源への依存。全固体電池でも主要な材料としてリチウムが使用されるため、その供給安定性と価格変動は重要な課題です。特に EV 市場拡大によるリチウム需要増加は避けられず、それに伴う価格高騰も懸念されています。この問題に対して、日本企業は供給網の強化に取り組むとともに、新しいリサイクル技術によって、使用済みバッテリーからリチウムを回収し、再利用する取り組みも進んでいます。トヨタの全固体電池関連の日本企業、出光興産株式会社、証券コード5019。同社は、日本を代表するエネルギー企業であり、全固体電池の材料である、硫化物系固体電解質の研究、開発において、
トヨタと深い協力関係にあります。出光興産は2001年から硫化物系固体電解質の研究を開始し、この分野で世界をリードしています。硫化物系材料はイオン伝導性が高く、全固体電池の性能向上において重要な役割を果たします。2023年にはトヨタとの協業を発表し、2027年から2028年の量産化を目指して、新たな生産プラントを建設中です。このプラントでは年間1000トン規模の生産能力が予定されており、全固体電池実用化への重要なステップとなります。さらに、この協業によって硫化物系材料の製造コスト削減や、供給安定性が確保される見込みです。トヨタ通商株式会社、証券コード8015。同社は、トヨタグループの商社であり、全固体電池に必要なリチウム資源の安定供給を担う重要な役割を果たしています。アルゼンチンエンコプロジェクトで、リチウム供給網を構築した同社は、日本国内での全固体電池製造に必要なリチウム資源を確保し、供給網の安定性を高めています。さらに、使用済みバッテリーからリチウムを回収して再利用するリサイクルプロジェクトも推進中です。この取り組みによって、新規採掘だけでなく循環型社会への貢献も目指しています。トヨタ通商はサプライチェーン全体でトヨタの全固体電池プロジェクトを支えています。東亜合成株式会社、証券コード4045。同社はトヨタと共同で海面抵抗低減技術に取り組んでおり、その成果が全固体電池性能向上につながっています。開発した特殊接着剤や樹脂層技術は、ナノレベルで電極と固体電解質を密着させることが可能です。これによって海面抵抗問題が大幅に改善され、高速重放電や長寿命化が実現しました。この接着剤技術は量産化にも適しており、大規模生産時にも高い品質とコスト効率性を維持できます。東亜合成は日本国内外でその技術力が評価されており、トヨタとの協業によって全固体電池実用化への道筋を切り開いています。いかがでしたか？トヨタ自動車が開発を進める全固体電池は、充電時間を10分以下に短縮し、航続距離を約 1200km に伸ばすという革命的な性能を持つ次世代の電池技術です。2027年から2028年の実用化を目指し、出光興産との協業や経済産業省からの支援を受けながら、開発と量産化に向けた取り組みが進められています。実用化により、EV の普及を大きく加速させ、自動車産業に革命をもたらす可能性を秘めているこの技術は、トヨタの株価から世界のカーボンニュートラルの実現まで、幅広い領域に影響するでしょう。トヨタは、全固体電池を含む次世代電池を搭載した BEV を、2030年までに170万台販売する計画を立てています。もし実現した場合、日本の自動車産業と電池産業の国際競争力が高まることも期待されています。全固体電池は、その優れた性能と環境への貢献から、まさに次世代の EV を支える切り札となるでしょう。トヨタの挑戦が、私たちの移動の未来をどのように変えていくのか、今後の展開に注目していきたいと思います。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。